ティーズスカイライン2。新たな電力を得ようとメガソーラーを建設するもバグってなかったことにした我らのネオ静岡。そしてオイルビジネスに着手し財政の健全化に成功。今回も張り切って都市開発頑張るぞー。まず最初はこちらの渋滞をなんとかせねば。そういや最近のパッチで渋滞増えたらしいな。あ、これはパッチ当てる前に撮影したやつだよ。ダメじゃねえか。どうやらここの右折待ちみたい。直進レーンから割り込みしてるやつもいるし、ほんとこの世界の住民は交通ルール守んねえな。そんでその先の一方通行のところで詰まってると。合流するだけだから信号なくせばスムーズに流れそうなんだけどここなんか消せないんだよ。かゆいところに手が届かぬ。もう、めんどくせえ。うちのレイムさんはちょっと短期です。遅くても流れないよりかはマシだろうとラウンドアバウト化しました。まあどっかが詰まってここまで車が詰まると、交差するとこ全部詰まるからいつかやばくなるかもな。非対称3車線に左折ショートカットさせてたけど、ここも混み始めたのでちょろっと回収しましょ。人口も増えて1万超えたし車の数も増えてきた。鳥間横断歩道と一方通行を回収しよっと。回収完了。変更が地味すぎてわからん。コメントでおすすめしてもらった道路交通技術筆記を読み始めたので、使えそうなのは取り入れてきますです。道路、それは積み重ねられた人類の英知の塊。お次は電力問題に着手。メガソーラー失敗からそのまま放置ってわけにもいかんよな。ゴミ焼却場は稼働できたけど発電量は4メガワットに届かず。こりゃなんか立てるしかねえぜ。まずは水力発電を試そうとしたけどこちら7メガワットに届かず。しょっぽーならば風力発電だー。と思ったけどこちらも3メガワット程度。雑魚それならば焼却炉のアップグレードだー。と思ったけど維持費高くてコスパ悪い。これもダメかよ。石炭よりコスパのいい地熱発電なんかもあるけど、地下水必要で場所が選べないのに汚染するので却下。じゃ石炭か？一応町でも掘ってるし。すでに2つあるし絵的に地味だしな。わがままが過ぎる。本当はリアル静岡に寄せて、この埋まっちゃってる清水港のあたりを再建して、リアルと同じところにメガソーラーしたかったんだけどさすがにそこまで拡張できそうにない。だが電力不足は待ってくれんぞ。よし、前と同じところにメガソーラーしよう。結局そうなるのかよ。あ、化学ファクトリー。後で作ってみようぜ。メガソーラーの手前には緊急バッテリーステーションを建設。500メガワットアワーの充電が可能な模様。どうやら充電中は売電もできないみたいだしこれいらないかも。無資格電気工事士のレイムさんは電気のことがわからない。ソーラーは133メガワット生産してるけど充電は123メガワットだし、10メガワットはどこに？送電線の限界とかもあるだろうし、この辺何が最適かわからんな。暇な時に電検2種でも受けようかな？ご家庭の DIY レベルから勉強だ。とりあえず充電で電気の輸出止まってるけど、電力の可用性は緑になったしこれで様子見ましょ。だな。メガソーラー前の畑を見たらかっこいい農機を発見。会社か？豪農だな。なんとなくヤンボーマーボーと名前を変更。ヤンマーの農業機械は世界一いい。去年創業110年の安心できる大企業。さて今まで放置してた北側の高速道路を接続置く。そういや今まで手つかずだったな。じゃ隙間あるのもなんなので、適当にだーっと区画割り。ちょっと狭い区画になりそうだから建てるなら高密度か？あ、特に考えてないよ。適当だな。一応歩道から大学高校には通えるようにして、住みやすい感じにしときましょ。確かに複合住宅も近くて買い物も行けるし住みやすそうだ。大惨事だやべえ交通事故で炎上自然傷。渋滞もすごいことになってる。現場は大混乱。左車線の右レーンのやつ、事故現場前で U ターン待ちしてるのくさ。そう迷惑。複合住宅の搬入してたトラックが歩道塞いでる。住民棒立ちのデッドロック。横断歩道の住民、避けて渡りなさいよ。うわこっちの方までカオスになっとる。なんでこいつ左折がラーキなのに進まないの？路中の車のせいで混んで見えて紛らわしい。路中禁止じゃあ。普通車だった路中の車がコンパクトカーに置き換わって、デッドロック解除された。意味不。とりあえず動き出したからこれで渋滞解消に向かうかな？デッドロックする渋滞はさすがに危なかったぜ。意味わからんけど路中は渋滞の原因にもなりうるのかな？とりあえずこの辺路中禁止にしとこ。なおバス停のあるところを路中禁止にすると、バスが車道に止まって渋滞するから要注意だ。そうなの？ある程度流れたけど車が溜まりすぎたせいでまだ詰まってる感じ。
交通ルールを守らない奴の、途中 U ターン待ちで詰まっちまってる。こらー、交通ルールを守らんとこうじゃうわ車が消えた、お前何したんだよ。地獄で懺悔しな。交通ルールは守らないと霊夢お姉さんに異空間に飛ばされちゃうぞ。良い子はルールを守ろうね。お前もろう人形にしてやろうか？右折禁止なのに左折より右折が多い。そこは右折禁止だって言ってんでしょうが。お前2車線一方通行で車を横にして当選簿。信号が赤とはいえこれはひどい。来世がゾウリ虫になる呪いをかけてやる。怖えよ。しかし交通マナーが悪すぎて信号青でも詰まるから、こりゃ道路の敷き方考え直した方がいいかも。リアルの常識は通用しないぜ。こら貴様左折レーンから左折に無理やり移動すな。意味ないでしょそれ。今ので信号渡れなかったやつ切れてもいいぞ。ここは普通に混んでる。時差式信号機があれば右折だけ流すこともできるんだが、ないんだなこれが。よし、何も考えずラウンドアバウトだ。渋滞悪化もあり得るが、流れてりゃいつか帰れるの精神。あの辺の車は多分ラウンドアバウト住宅街の住民だろうし、少しショートカット作りましょ。ルート分散で渋滞緩和だ。こっちの方にもホイットな。これで少しはマシになるかな？こらそこは右折禁止だって言ってんでしょうが。ほんとこいつら交通マナー悪いな。道路自体を日本式とかにしないとダメかな？できなくはないけど超めんどくせえな。もうどうにもならんのレベルまで追い詰められたら、再開発で一気に直そう、多分。霊夢は問題を棚上げした。住宅街の外周を非対称3車線にアップグレード。少しでも車の流れが良くなってくれるといいな。路中が渋滞の元なのかなと考え、駐車場を増築。どちらかというと駐車場が渋滞の元になったが、この時の彼女はまだそのことを知らない。そうなの？高速の出入り口周りもサクッと回収して路中禁止。すっきりしたな。渋滞解消芸を楽しもうと公共交通機関はあえて作ってなかったけど、ここでバス導入じゃあ。住民1万3000程度で渋滞する街じゃ、この先やってけそうにねえもんな。バス車庫を建てた後はバス停を設置。なるべく交通の妨げにならなそうなルートでホイホイホイ。路線は最初の住宅街とオフィス街、最初の住宅街と公用区、ラウンドアバウト住宅街と公用区の3路線にしました。通勤渋滞が少しは緩和されるかな？今まで一方通行だった住宅街の入り口を、バス導入に合わせて3車線非対称に改修。てか右折禁止だと、住宅街側からオフィス街の道に入れないというボンミス。こんな感じになりそうろ。路線の長さや停留所の間隔なんてわからあしねえの適当路線が完成。それではバス車庫からバス、出発。早速ラウンドアバウトの急カーブでカタリン走行を披露するイキリバスドライバー。当バス会社のドライバーさんは訓練されてるのでアクロバット運転もなんのその。乗る客はたまったもんじゃねえな。ご覧ください、1ミリのズレもないこの見事な並列運転を。いやバスの時刻表とかどうなってんだよ、自由すぎるぞ。双子ドライバーのユニゾンがなせる技です。嘘つけ。一応バス停では別々にお客さん乗せております。もう業務がおまけみたいになってんな。住宅街を抜けると煙もっくもくの公用区。ラウンドアバウトが狭くて少し苦戦してるな。車体が大きいとこういうところは減速しないとプロドライバーでも厳しい模様。合流するラウンドアバウトの車線数にも影響されそう。数人しか乗ってない状態だったけど、公用区のバス停は待ってる人結構いるみたい。改良したてだけど結構いるな。待ってる人の分だけ車道の車が減ったと思えば、かなり渋滞緩和になってそう。まあ徒歩通勤してたやつもいるだろうしなんとも言えんな。そして公用区を抜けると、オフィス街の商店で客少ないのアイコンズラー。これもそのうちなんとかしないとだ。これは売るものがないとかでも出るみたいだけど、アップデで多少改善されたみたいだよ。さいですか。でオフィス街という名の商店街を突っ切って一周終了。オフィスは需要なく潰れ、商店は商品がなく潰れる不毛な区画。まだ運行始まったばかりだけど、使用量 50% 切る感じの微妙状態。でも乗客は500人近くいるし、一応使ってくれてるぜ。この辺は車両の数減らすなりして、いい感じに運行できるように調整しましょ。人口増えたら客も増えるだろうし、その都度微調整だ。あ、渋滞の影響か霊柩車アイコンが。渋滞は解消されたし、墓地に空きあるからそのうち運んでもらえるかな？でもこのままだと墓地が埋まるの時間の問題なので火葬場を安ローク。で墓地の裏にホイットな。見た感じ一月100体くらいのペースで処理できる模様。まあ、実際の処理速度見ながら今後も追加してきましょ。火葬場見た時に気づいた病院もついでにアンロック。診療所の上位互換。
んなわけで診療所を撤去して病院に建て替え墓地の目の前だから医療ミスしても安心。っていうかこれ維持費が59万とかかなりやばい。まだギリ黒字だやっちまえ。あいよ。心なしか静岡済生会総合病院に似てる病院が完成。まあ総合病院はこの形多いよな。お次はなんとなくコランダムコンドミニアムを大学のそばに建設。これはリア充キャンパスライフな予感。リア充爆発しろー。妬む気持ちもわからんでもないが、いちいち集中線を出すんじゃねえ。なおここには180世帯のリア充が住めます。リア充専用だと、許さんぞ。そんなわけで陰キャ用に住めるだけで大興奮のバーティゴスクエアを建設。住むだけで大興奮とか情緒不安定かよ。あ、我らがネオ静岡、大きな町認定いただきました。人口ももうすぐ1万5000人、着実に発展を遂げたな。高密度の商業施設も開放されたしこの先の開発が楽しみだよ。まあ商業施設客が足りないアイコンで溢れてるけどな。そうだった。では商業需要なんて気にせず幹線道路に高密度商業区を設定しつつ今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、高評価ボタンよろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。渋滞地獄を乗り越えなんとか開発を続けるレイム。しかしパッチでさらなる渋滞地獄が待ってるぞ。気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。